こんにちは、料理家の今井まみです。アシスタントの野島次郎です。今日はこのフライパンファンタジアに乗っています。はい。トロナスジューシー。トロナスジューシー。はい。これはどういうお料理かというと、はい、みんな揚げ出し好きでしょ。おナスの揚げ浸し、はいはいはい、ちょっとこう焼いてめんつゆにつけたりとか、それをすごい少なめの油で、いっぺんに焼くのも味付けもいっぺんにできるという、すごくこう優れもののお料理をご紹介します。では早速始めていきましょう。はい、まずですね、ナスを切る前に、フライパンに直接調味料をもうこの段階で入れます。はい、でオリーブオイルが大さじ1/2です。はい、大さじ1/2。ナスの料理にしては油の量はかなり少ない。少ない。だけどちゃんとトロトロに仕上がります。で、みりんが大さじ1/2。はい。オリーブオイルとみりんが大さじ1/2ですね。はい、で、お醤油が大さじ1と。醤油と油と全部一緒に入れるパターンなかなか見ない。そう、これで調味料は OK です。はい、で、ナスを切ったらもう直接ここに入れていく。もうすぐにね。はい。で、ヘタをこんな風にペタペタと剥いて、ちょっと切り落として、で乱切りにします。もうちょっとこんな風に大きめでもいいかも。まあ揚げ浸しだったら大きいのもあるか。はい。でまたナスの状態がいいですね、今日。こうパンと張ったナスはね、皮がパンと張ったものを選ぶといいですね。で、こうナスの皮を下に置いてください。皮目下。皮目下。そしたらこうツヤっとした綺麗な色が出るので、でこれがこう基本のベースで、ここにちょっと梅干し入れてみたりね。はい、そういういろんなことを皆さんしてみていただければいいかなと。もうほんと大きさ適当で大丈夫です。適当だし、もう全部入っちゃってるしね。そうね。材料が全部ほぼ入っちゃってる。入ってる。すごい簡単。はい。これで、この中でちょっとざーっとなじませて。ナスになじませときます。まだ加熱しない。まだ加熱しない。すごい落ち着いて作れるお料理かなと。はい。で、最終的にちょっと皮目を下にしておきます。はい。それではここから熱していきましょう。ではこれで蓋をします。で、火を中火にかけます。蓋をして中火。で、ここから3分タイマーをかけましょう。はい。はい。では3分経ちました。どういう状態になっているかというと、もうナスがふわふわ。結構もうね、今のだけで火が入ってるように。ほらほら、見て見て、皮がめっちゃ綺麗じゃない？ピカピカ。ピカピカ。この時ね、ちょっと火止めた方が安心します。水分が出てるんですかね、ちょっとね。そう、水分出てます。ちょっとしっとり感が。最初より増えてるよ。はい。今裏返したので、もう一度蓋をして2分中火で加熱します。はい。裏返したので、身の方から水分が出て、でさらにこう旨味も身の方がスポンジのように吸っていく感じになりますね。はい、2分のタイマーが鳴りました。ではちょっと見てみましょう。おー、綺麗。いいですね。
すごい。そしたらですね、ちょっとここからもうひと混ぜして、お、すっごい綺麗じゃない。水分もちょうどいいですね。ちょうどいい。焦げたりもせず。もし、そうそう、ここで水分が残ってたら、もうちょっと飛ばすようにして、今もうこれでね十分なので、絡み方してる。はい、お皿に移していきましょう。それではこれで完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。いや、これも色が完璧だね、熱いから。美味しい。間違いない。完全に主役だ。メインでいける味してるな、これ。これは美味しいよね。油が一番意外というか。油の量で。ナスといえば油を吸うんでって、もういろんな人たちが言ってる中で、油の量でいくっていう。全然吸わない。だってまだこれちょっと油残ってるもんね。そうそう、実はだからそういうことなんじゃないかと。そう。実は吸ってるけど、後から出てきちゃうっていうか。結果これさ、私なんでうまくいくか自分では分からへんのね。あんまり分かってないまま偶然で生み出したやつなんでなんでこの油の量で、でも調味料を先に絡めるからやと思うね。で蒸し焼きやから、そのナスの水分は失われずに、ナスの出た水分と調味料が絡まりコーティングするみたいな感じやから、油を必要以上に吸わへんのかなっていう。あ、そうか、吸うスペースがないというか。そうこうスポンジ状やから、で思っているんですね。多分そうかもしれない。でももうさ、これ私何回も言うけど、揚げ浸しの味なのよ。もう油でしっかりこうたっぷりの油でね、ナスをとりあえずこう素焼きして、揚げたやつとかでもやるし、素揚げしてめんつゆに放り込んで食べる味なんですよ。それをまずあんなに油使わなくて済むで、ボウルに漬け込まなくていい、できたそばから味が染み込んでるとか、もうほんといいこと尽くしで、フライパン一つで。そうなんですよ。フライパンファンタジアですよね。ファンタジアですね。今横に置いてますけど。ね、でこれにだから大根おろしをね、かけてもいい。いや、もういろんなトッピングはね、思い思いでやりたくなる。これは。で、割とお醤油がねキリッとした味で効いているので、みりんもうちょっと足すともっとこうめんつゆに近い味になります。このオリーブオイルが結構私は気に入ってますね。でお好きな方はごま油を使ってもらってもいいと思いますし、サラダ油でもすごく美味しくできると思います。結構大きく乱切りした意味がわかるでしょ。このジューシーさがね。そう。結構ちっちゃくなるんですよ。ご飯も進むし、すごい進む。非常に付け合わせとしてもいいんだけど、これのみでも結構成立してる。あとお弁当にね、常備菜として作っておいて、ちょっとお弁当に入れたりとか、冷めてもすごく美味しいので、本当に柔らかいトロトロのジューシーなナスが召し上がれると思いますので、ぜひお試しください。レシピ詳細は概要欄をご覧ください。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。